ちょっとね、もう一本見ていただいていいですかね。この、ポータブルトイレっていうのを今使ってるんです、実は。家のトイレに行くときに、乗り移りが難しいんで、ポータブルトイレっていうのを使ってます。で、このポータブルトイレで用を済ますんじゃなくて、ポータブルトイレにこう手すりが今ここあるの分かります？ここ手すりが。ポータブルトイレの、これ背もたれです。ここの手すりのところに僕が手を鉛直方向に立てることによって、筋肉使わないで自分が前傾姿勢になっている傾きを保ってるっていう。で、その間に僕の、ズボンを上げ下げしてもらうみたいなことをやってるんですけど、それちょっと見てください。便座がある位置が映ったわけ。これがトイレです。ポータブルトイレ。これを使って立ちます。今ちょっとね、ズボンがチャック開いたりしてますけど、これを上に上げるって。で、電動の椅子で高さを調整しといて、はい。で、鉛直になるでしょ。この瞬間楽なんですよ、鉛直に入った瞬間。で、前傾姿勢になってますけど、足も鉛直になってます。で、四つ足になってるってことですよね、これね。これは楽。で、板坂は僕の便座に座って解除してるってまた楽っていう。比較的楽、これ。あと安全性も高いっていうか、抜けたりしないと。ありがとうございます。介護施設で、おばあちゃんやおじいちゃんたちにトイレでもってこの介助するのがもう本当に大変なのよね。これが分かっていたらね。だからいつもキーワードで、卵立てるあれだよね、とか。あとは何でしょうね。僕床でさっき、安らぎの動きやってたじゃないですか。安らぎの動きをした後に、例えばその後寝転がる座布団の上に、で、間の動きやってもらったりっていう時に、床を移動するときは尻歩きを使ってます。で、尻歩きをしながらちょっと板坂に腰のとこ手持ってもらって、ちょっと力足してもらうと、弱った筋力でも尻歩きができる。足を伸ばしたの？それとも長座で。長座でね。長座のまま。それで間の動きまで行かれるんですか？間の動きは映像あったっけ？写真が。間の動きは2人組でやってもらうんですけど、姿勢変えることはできないんですけども、補助してもらえばまだまだできます。まあよくやってましたね、まだ新井さんいらしてる頃ね。北村さんなんかがいらしてる時に間の動き補助して、こう補助しながら戻してあげるっていう。だから土曜教室でやってらっしゃったやり方を、そのまま今僕、やれてるんですよ。でもこんなのしかないですけどね。まあまあ、すいません、こんなのしかなくてごめんなさい。いいじゃないですか。結構、上から撮った。上から撮ったのね。ひどいな、これ。これはいい写真だ。これ、板坂が上からこれ補助しながら撮ってるんで、うわって。あられもないとはこのことよ。もう皆さんこれ限定公開ですから、今日。いや、これ YouTube に上げたいですね。世の中のためには、なんて言ってもこれが一番の野口体操じゃないですか。そう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 。これでこうやってやってもらって、メッセージが入ってた。下からこう支えてはいますけどね。でもそんなに力使ってないんですか？使ってないです。これ新井さんは痛いとこないんですか？ないです。これやってもらって背骨の柔らかさと、あと首のあたりが
すごいほぐれるんそうで、ですね。これをやらないで寝るとまた七点抜刀の苦しみっていう。じゃあ、寝る前に、はい。一応ルーティーンのように、野はい。口体操のこの体ほぐしっていうものを、丁寧に丁寧にやる時間を持ってらっしゃるわけ。そう、それやると、持ってるんですけど、寝るのが12時過ぎることがしばしばなっちゃうんだけども、やってます。そこの30分をケチると、次の日の活動時間が体痛かったりなんなりで、結局ね、あんまコスパみたいなことは言いたくないんですけど、やっといた方がよっぽどいいですね。時間かけて。じゃあ、一日、例えばいろいろ仕事してきて、ワークショップやって、疲れ果ててきて、家へ戻った時にもできます？それはね、やらないで寝るときあるんですよ。そうすると、だから、七点抜刀の苦しみが待ってるんで、無理してでもやるようになった。逆に。もっと早くからやればよかったですね。本当それ皆さん、ということなんで、うん参考にしてくださいっていうか。いやいや、時間をかけた分だけなんか、ありますよ。そうなんだ。ちょっといいですか？私、こはい。の新井さんのこのね、文章ではい。最後のところでね、こんな風はい。に書いてらっしゃるの。私はたくさんの人たちの力に積極的に頼りながら、関係そのものをあれこれ工夫しながら、なるべく楽しく面白く、かつ堂々と力を抜いて生きていきたいと思う。そのことを可視化し、発信続けたいとも思う。体をゆすってほぐすように、己の生き方を晒すことで、自己責任論で生きづらさを増す社会を揺さぶってほぐしたい。それが今の私から野口体操への返し歌と考えれる。まさに今、ここに書いてらっしゃることを、ここの1年以上やってらっしゃるんだわね。まあ、そうなんですよね。僕、これちょっとね、まあ、大きな話になっちゃうかもしれないんですけども、障害福祉のいろんな制度みたいなものを初めて当事者になって知ったんですよ。皆さんなんでしょうね。ヘルパーさんがヘルパーさん使ってるわけですよね。重度障害者として。家に来てもらって、お風呂入れてもらったり、してるわけですけれども、例えば、家にいる障害を持っている方が、家で例えば仕事をするとか、例えば会社に行くときに、そういうヘルパーさんのヘルプを使えるかっていうと、日本の制度設計って使えないんですよ。つまり、障害者が仕事をするのは何事ぞと、おとなしく家にいなさいよとか、病院にいなさいよと、仕事しなくていいよ、お金あげるからみたいな、そういう感じなんですよね。で、これは例えば障害を持っている大学生が、まあ、義務教育は別だと思うんですけれども、高等教育、大学に行こうとしたときに、例えばノートを取れないとか、教室の移動が大変だっていう人が、ヘルパーを連れていくときに、制度のヘルパー制度使えないんです。自分で全部自費で賄わなきゃいけないんです。こういう学校に行くとか仕事をするっていうことが、障害者になった途端、やらなくていいとか認められないっていう制度があって、でもこれおかしいなっていうことを気づいたんです。僕、さっきちょっとね、ニュース映像でもご覧になっていただいたように、未だに仕事を続けられてるんですけれども、ヘルパーさんに実は同行してもらってます、堂々と。で、これは、たまたま市区町村単位で判断、今言ったような就労就学障害者できないっていうのはおかしいよっていうので、少しずつヘルパー使ってもいいっていう門が開いてるんですね、今。ちょうど僕が住んでいる東京都北区がそんな制度を去年の4月から始めたんで、申請してそれの第1号に僕なったんですよね。で、おかげさまでそれで通って、ワークショップの仕事を行くときにヘルパーさん同行できてます。で、ただこれ調べたら、こういう運動をしてきた人たちがいたんですよね。やっぱりおかしいよって声を上げて、世の中を揺さぶって、あとは車椅子でも堂々と街に出るってことを積極的にされたような先人の方たちがいて、今こういう僕ができる暮らしがあるので、まあ、野口体操的に言うと、個人の体をほぐした後に、社会もほぐしたいと。ついでに、できれば。それが野口体操と、これから
野口体操に出会うかもしれない若い人たちへの何か残せることかなっていうふうに思ってるんです。偉そうだけど。いやー、ちっとも偉そうじゃない。偉いのね。2回探し系隣で偉い人。一人じゃできないんで、ここにお集まりの皆さんに協力していただきたいなってことなんです。まだ北区だけですか？全部調べてないけど、神奈川県の一部ではあるよとか、そう。北区がどうぞ。そうやって理解してくださってる、その背景っていうのは何かあるんですか？その北区に特化して。そう。ですね、具体的に北区でそういったような運動をしていた筋ジストロフィーの先輩の方たちがいました。亡くなっちゃったんですけどね、去年ね。それもやっぱりその当事者が動いて、はい、ようやく行政が動いたっていうことなんです。そうです。あとは、これ僕がなったから言うのもなんなんですけれども、いつ自分ごとになるか、もしくはご家族にこういうことが起こるかってわからないと思うんですね。ゼロではないし、そういったことのためにちょっと想像力を皆さん働かせていただけると、すごい嬉しいなって。見えてないんですよ、人間って。僕ね、車椅子になる前に、それこそ杖をつき始めてた時期にね、駅で杖ついて歩いてるときに、ここにも杖ついてるおじいちゃんがいる。こっちにもおばあちゃん杖ついてる。若者も足骨折して松葉杖ついてる。白状ついてる目の不自由な方もいる。なんだ、世の中にこんなに杖図がいるんだってびっくりしたんですよね。見えてなかっただけだっていう。私とってもこれに今日はこだわってるんですけども、個人モデルと社会モデルっていうこの社会モデルがもっとその就労とかね、学問とかそういったところに広げていくっていうことがここにもう一度、今年になって加わってきましたね。そうですね。個人モデルって、ご承知の方もいるかもしれませんが、あえて言うと、障害があるっていうのは、個人の体の中に障害があるから、その障害を取り除くような治療やリハビリしなさいよっていうのが個人モデルです。医療モデル、医学モデルとも言われてます。で、もう一個、今、羽鳥先生がおっしゃった社会モデルっていうのは、障害がその人の体の中にあるんじゃなくて、社会の関係の中に生まれるんだから、足が不自由な人がいたら、駅にエレベーターをつければ解決するでしょと。そういったような関係を変えれば障害がなくなるんだっていうのが社会モデルで、その社会モデル的な考え方に、一応国も旗を振ってるはずなんですけど、なかなかそうはなっていかないっていう現実が今ありますね。いやー、先は長いですねって言っちゃうと無ともくもないんですけど、でも何かの方向でこうちょっと動き始めると、雪崩のように、雪崩ってあまり例は良くないか、こう何かこう動きが出てくると、それにこう雪だるま式にいろんな人がこう関わってきて、日本全国レベルに行かなくても、関東地方とか、なんかそのくらいまで広がるとちょっと大きな力になりそうですね。なると思いますね。僕別に政治家になるつもりは全然ないんで、発信はしていこうと思うんですけども、あとは何だろうな。例えば、板坂に僕は今解除してもらってますけども、今友達にヘルパーになってもらってるんですよ。圧倒的にヘルパーいませんよ、本当日本。皆さんどうするんですかって僕言っちゃうのもなんだけど、老後大変ですよなんて訴えちゃいますけど、いないんですよ。だから友達になってもらってるんだけど、その友達に、僕体解除してもらうときに、なんていうんですかね。こういうふうにその羽鳥先生がおっしゃってたみたいに、案外それを自分にとってのプラスの経験として捉えてくれる友達が多いんですよね。なんか、社会モデルじゃなきゃダメだよとかっていう上から言うんじゃなくて、本当人と人との付き合いの中で解除するとかされるって自分ごとで、他人事と思うんじゃなくて自分ごとの延長だよっていうふうに思う人をちょっとずつ、しかもその経験って人生をあんまり貧しくするんじゃなくて、むしろ豊かにしてくれるはずだよみたいなことを、恩着せがましくなく伝えられたらいいかなって思います。
いや、私も母に対しては申し訳なかったなっていう介護の仕方の時期もありましてね。後からあんなこと言ったんですけれども、やっぱり介護するっていうことを毎日毎日重ねていくと、その中にね、なんか充足感ってあるのね。満たされた気持ちっていうのが。で、今度それがあまりにもお互いによりそう過ぎてしまうと、そこから抜けられなくなるっていうね、怖さもあるんですけどね。まあその辺のところ、難しいそところ。こは、やっぱり野口先生の名言で、ちょうどいいのがちょうどいいなんでしょうね、そこね。いや、でも時間の流れ方って、介護の時の時間の流れ方って、本当に普通の生活とは違うから。そこに自分の気持ちも体もこう寄り添えるようになるためには、ある種の諦めのようなものがいるのね。で、この諦めっていうのは明らかに見るっていうね。うん、相手に対しても自分そうです。自身に対しても。うん。そんな気がしますね。偉そうなこと言ってます。いやいや、だから、さっき僕も、体の面で野口体操、リハビリの面で役立つ。あとは生活の動作の中で役立つって言ったけれども、心の持ちようっていう、気持ちの持ちようっていう意味では、まさに今の、たまに明らかに見るっていうのが諦めるだから、明らかに見て、方法を探ろうとか、野口語録に、救われてるところいっぱいありますよ。本当に。いやー、野口先生もいろいろ諦めたんでしょうね。明らかに言って。55分話をしてくださって、お疲れになりませんか？そうです。まだ大丈夫ですけど、例えばここで一回ちょっと動きタイムねに行って、後で皆さんに質疑応答とかあれば、ちょっとおえ、話もしたいし、そんなところに混じらせていただいてってでいいですかね。そうですえ、ね。僕、この上でできる、今日ちょっと立位は危ないんでやめといて、あの車椅子で座ってできる体操って感じでやれることやりますから。はい、わかりまはい。した。それはい。で皆さん、ちょっと飲み物を口に含んで、はい。相当時間が経ってますし、ちょっと休憩を3分3分休憩入れましょう。